はい、皆さんこんばんは。サワディーカー。バンコク酒場へようこそ。チョンゲヤオ。今日のテーマはですね、50歳から人生を変える方法というテーマでね、ちょっと話していきたいと思います。その前にね、今日のね、一品、こちら。セブンイレブン、ね、国産サンマかば焼きでございます。これをね、いただきたいと思います。ね、ちょっと開けます。おお、これね、温めた方が多分うまいんだろうな。なるほどね。箸がなかった。はい。ということで、いただいてみます。うまいな、これ。うまいね。さすがセブンイレブン。はい。で、今日はですね、50歳から人生を変える方法というテーマで、話していきたいと思うんですけど、まあね、昔ね、私もそう思ってました。若い時はね、もう50歳なんてね、もう終わりでしょみたいなね、もうおじさんでしょみたいな思ってたんですけど、自分がね、いざね、この年になると、いやいや全然違うんだなっていうことをね、実感しまして、まあ今日はですね、まあ私はね、今ね、タイで暮らして国際結婚もしましたし、子供も生まれてね、またこうやって YouTube にも挑戦したりね、まあ NISA 資産形成をね継続して続けていたりと、まあね、いろいろ50歳になった今ね、まあ若い時にやってこなかった、経験できなかったこともね、今この年になってね、経験できてるなみたいなのがあってですね、今日はね、なんかそういうことをね、ちょっと話していきたいと思います。まあ今がね、人生で一番ワクワクしている時期でもあるなと思ってですね、今回ね、ちょっとこのテーマでね、まあお酒でも飲みながらですね、ちょっと私の人生をね、振り返ってみたいと思います。チョンゲーよ。まずね、1番目。若い頃はですね、私結構ですね、まあなんかむちゃくちゃいろんなことやってきましてね、自営業とかもやってたんですよね。まあ自営業ね、建築のね、外壁サイディングだったりね、屋根とかね、塗装業なんかもね、やってきました。まあ建築士にね、取る前の話なんですけど、そういうね、現場仕事をね、結構やってましたね。まあその中でね、うまくいったこともね、失敗したこともね、たくさんあります。でもね、今こうやって最終的にはね、今のところね、会社員という道をね、選んでいます。まあ伝えたいことはですね、人生ね、何をやっていてもね、決して無駄な時間はないということをね、今この年になってね、本当に伝えたいですね。はい、2つ目なんですけどね、タイ不倫ですね。まあね、私はね、今ね、1975年生まれなんで、今年でね、51歳の年になります。で、今はね、まだ誕生日が来てないので、50歳っていう意味なんですけども、まあね、この50を目の前にしてね、海外赴任をしてるというね。で、言葉も文化もね、わからない中でね、最初は不安でしたよ。正直。でもね、いざ飛び込むと、少しずつ慣れてきて、で、新しい仲間だったり、友達だったり、仕事、価値観っていうのがね、生まれてくるわけですね。これでね、人生がもう一度ね、こう動き始めたみたいなね、ことがありましたね。ましてね、今ここタイなんでね、タイではね、日本と違う文化、ね、で、タイ人のね、スタッフと一緒に仕事してると、まあいろんな価値観のね、違いとかがこう分かってですね、
とも楽しいね。また日本っていう国がね、どういう国なのかっていうのをね、改めて知れたっていうね、非常にね、なんかこの50になってね、改めて日本の良さをね、再認識したという感じもありますね。はい。3つ目、私はですね、タイでね、国際結婚をねしました。もちろんね、今までね国際結婚なんかしたことないんで初めてのことです。文化も違うしね、言葉も違う。だからこそ相手をね思いやること、相手をね理解しようと思うこと、こういうことをね学びました。言葉もね文化も違う中でね、うまくこうやってコミュニケーションを取るっていうことはね、本当に自分の中では今まで想像もつかなかったことですね。本当に笑顔だったりね、意思表示がボディーランゲージだったり、そういうことをね、普通にね今できるようになりましたね。これもね、今50になって私がタイでね、生活するようになって、今までなかったね価値観が自分の中に芽生えたみたいな感じですね。はい。4つ目ですね。まあね、タイでね知り合った女性と、今結婚してね国際結婚したんですけども、その間にね子供が生まれましてね、リオくんっていうね、動画にも登場してますけども、今1歳ねちょっとなんですけど、男の子めちゃめちゃ可愛いんですよね。ですね、50歳になってね、私がね新しくね子供をね作るなんて思ってもいませんでしたよ、正直ね。世間では50歳って言ったらね、もう子育てが終了してね、余暇を楽しむみたいな、年ですか。私はね今1歳のね子供がいるんですよ。もうこれもね、もう楽しい人生じゃないですか。病気もしないでね、うまくいけばね、100年人生100年時代だと言われている中ですから、私はまだね50なんでね、もし100年生きるとしたらね、あと50年生きるわけですよ。そう考えればね、50歳で子供を作るっていうのは全くねおかしくもないかなと思うわけです。はい。5つ目はですね、そうですね、私はね今ねこうやってね YouTube へ投稿してますけども、 YouTube の挑戦もねタイに来てから本格化したんですよ。本当にね本格化したのは50歳ね、今年かなと思います。最初はですね、もう再生もされないしね、動画を作ったって登録者も増えないし、それでも続けなきゃいけないみたいな感じで追い込まれてました。でもね、もうね途中からですね、自分の趣味に変わったんですよね、動画を投稿するっていうことで。もう一つはメモリーっていうかですね、動画をね投稿することによって、自分の姿だったり子供のねリオくんのね成長過程をね記録するみたいなね、そういうことにも使えるなと思い出してね、そう考えるようになってからね、あんまり苦にならなくなったっていうのが事実ですね。でもね、今までね少しずつでも、応援してくださる方がいたおかげでね、ここまでね、やってこれたかなと思います。ありがとうございます。これからもですね、もう本当に、挑戦をし続けたいと思ってますので、もちろん YouTube も投稿し続けていきたいなと思ってます。皆さんにね少しでもね有益な情報をね発信できればいいかなと思っていますので、これからもねぜひご視聴のほどよろしくお願いします。はい、6つ目にですね、資産形成をねちょっと話したいと思います。ですね、私はですね若い頃からねほんと貧乏な家庭で育ちまして、もう金には本当にね嫌われていましてね、
金は本当たまらない人生を歩んできました。本当ね、若い頃なんてね、もう株だとかね、投資なんてね、もう全く無縁な人生だったんですね。でもですね、今ね、ようやくね、50歳、50から始めたわけじゃないんですけどね、もうちょっと前から始めてますけども、でもね、今50でね、本当今はね、一番こう資産形成、ね、お金の勉強とかにね、もう向きになっている感じなんですよね。なんでこれをね、日本は義務教育でね、若い時に教えてくれないんだろうっていう、すごいね、こう、もどかしさっていうかですね、だから貧乏だったんだみたいなね、そんな、ことをね考えながら、新 NISA だったり長期積み立てだったりね、米国株式とかね ETF とかね、将来の備えについてですね、個人的にすごいねこう興味があって勉強を始めています。でね、お金をね増やすことによって将来のね自分の安心、家族のね安心を作るっていうことはね、もう本当にね今を生きるね、この 現在を楽しく生きるためにね本当に重要だと思ってます。私はですね、若い頃ね、もう子供の頃ね、本当に家庭がですね貧乏で、納豆、即席のラーメン、こんなものをですねいつも毎日のようにね食べてやっとね育った人間なんですよ。もうね、家に帰ればね、両親が金の話で喧嘩してるっていうね、そういう家庭で育ちました。もうね、帰るのが嫌でね、もうこのまま本当にね朝までね友達と遊んでいたいみたいなね、そういう小学校生活をね送ってきたんですよ。で、そういうふうにね、送ってきたからこそね、自分の家族ね、子供ね、今のね妻にそういう思いをさせたくないと思ってね、もうがむしゃらにね、もちろん一生懸命働いて、でお金を作り、一生懸命節約をしてですね、で、投資資産形成をしていくということをね今愚直にやっています。まだまだねこれからね長いんですけども、私の代でね、貧乏一家をねもうストップさせたいと思ってね一生懸命取り組んでいます。こういうね資産形成とかにもねこう目が行くようになったっていうのは、やっぱり今のねこの50歳この 年代になったからこそ、お金のね大切さとかお金の価値というのをね改めて再認識して、どうやったら資産形成ができるかということをね真面目に考えています。最後ね7つ目なんですけどもね、私もねまだね50なんでね、今年51になりますけど、まだまだね夢やりたいことがあります。何をやりたいかっていうとですね、まずですね一番は本当に今ね夢にしてるのは YouTube のね登録者10万人達成ですね。まだまだね遠いんですけども、夢は10万人、これを追いたいと思います。またあとはですね、日本でね生活することが近々あると思いますけれども、日本で生活した時にですね、やっぱり船をね持ちたいなと思ってます。で、船を持ってね、釣りをして、それをね動画で YouTube でアップしたい。これもね、やりたいなと思います。船はね若い頃持ってたんで、持つことはね初めてではないんですけども、その時ね YouTube はやってなかったんでね、今ならね YouTube に投稿してね皆さんに楽しんでいける動画を作っていけるんじゃないかなって思ってます。で、あとはですね、家族との時間をねもっとね大切にしたいなと
これからはね思ってます。そのためにもね、先ほどお話しした資産形成を真面目に取り組んでね、少しでもね時間を有意義に使えるようにしていきたいなと思います。はい。でね、家族との時間を大切にしていい思い出を作ってですね、一緒にねボートで釣りに出かけてね、子供との時間をね、記録に残したり、いい思い出にねしていきたいななんて思ってます。はい。ってな感じでね、今日はですね、50歳でもね人生変えられるっていうテーマでね、ちょっとお話ししてみました。私がですね、今日一番ね伝えたかったっていうことはですね、人生は年齢ではなくね、挑戦をやめた時にね止まるんですよ。私はねまだ挑戦の途中です。皆さんも何か新しい挑戦をね今から始めてみませんか。それでは今日はねこの辺で終わらせたいと思います。バンコク酒場みっちゃんでした。ちょんげーよ。乾杯。